今日本のいいものとかをね、僕よくそういう観光庁とか文化庁とかやってるようなプログラムとかに言われることがあって、素晴らしいものやってるところ行くじゃないですか。日本人でそういうところを訪ねてる人たちよりも圧倒的に海外の人たちの方が多いんですよね。もう最近だからどんどん逆転現象で海外の人に日本の食文化とか教えられるとかですね。日本酒も去年ね、2024年にユネスコの無形文化遺産になったけれども、皆さんね、ぜひ機会があったら酒オンエアっていう番組を検索してほしいんですけども、イギリスのバーテンダーの人が焼酎を俺はね世界で流行らしたんだけども、どうやって焼酎を知らない人たちに焼酎の魅力を知ってもらうか。で、俺はこういう形でカクテルを作ってるとかですね、京都でアメリカ人とイギリス人とかフランス人とかイタリア人がですね、いやあそこの酒は伏見の水を使ってるからちょっと違ってるとかって、そういった日本人がかなりディープな会話をしてるんですよね。ありとあらゆるところで、日本人がだんだん教えられるような時代になってきている。伝統文化の継承においてもどんどん今海外の人がするようになっていて、はい、じゃあこれまで5回4回にわたってお届けしてきた、イマジン大学林の武器のシリーズも、今回が最終回ということでですね、最終回の第5回は私自身がそのね、発見した自分の輪郭、僕自身が今ね第1回目でテクノロジージャーナリストコンサルタントって言ったけども、それとは全く違う実態として今僕が一番力を入れていることっていうのは何なのかっていうことを話そうと思っています。じゃあ一体それは何なのかというとですね、僕はジャポニズム3っていうふうに言ってるんですけども、一応僕はですね海外で育ったこととかもあって、日本語と英語以外にももともとはドイツ語が日本語より得意だった時期もあったりとかですね、今は全然そのことないんですけども、あるいはスペイン語も話していたりとかですね、大学でちょっとペルシャ語っていうねイランの言葉も勉強したりとかして、イタリアに行くんでイタリア語もね、会話できたりとか、いくつか言語を話したりとかして、海外にも友達が非常に大勢いるんですけども、そういった国際的な交流をすればするほど今まさに日本の時代が来てるなっていうのを感じていてですね、それを自分のブログとかでも、今年だったかな書いたりもしているんですけれども、でそのね今だから日本ブームが来てるぞっていうのを僕はジャポニズム3っていうふうにね、3.0 と呼ぼうかと思ったんですけれども、3.0 だとハッシュタグにならないということでジャポニズム3っていうふうに呼んでるんですけれども、じゃあ何がジャポニズム1かっていうと、ジャポニズム1はね皆さんも多分知ってるかもしれません。19世紀とかのね終わりぐらいにパリの万博とかで日本のその浮世絵だったりとか着物っていうものとかがですねヨーロッパ人の目に触れて、日本の浮世絵とかそういったものがねヨーロッパで大流行して、でアール・ヌーボーとかですね、そういったヨーロッパの芸術文化とかにも非常に大きな影響を与えたし、あるいはねヨーロッパではその時代みんな女性はコルセットがついているような服を着ていたのが、日本の着物の影響とかでコルセットから、女性が解放されたとかですね、そういった形で非常に西ヨーロッパに対して文化的な影響も大きく与えているっていうのがあったりします。印象派の画家たちもねかなり大きな影響を浮世絵とかから受けてるっていうのも含めて、本当に軽視できないような大きな影響があったと思うんですけれども、じゃあそれがジャポニズム1だとすると、2っていうのは何かっていうと20世紀の終わりぐらいですよね。ソニーとか、任天堂とかそういった会社が世界に対して非常に力を持っていて、日本にバブルエコノミー、バブル経済とかっていうものをもたらして、ソニーとかがですね世界に向けて進出して、トヨタの車がアフリカとかでも走って、日本のその製造業っていうものが非常に強くてですね、あとコンテンツ文化っていうものが非常に強かったんですけども、そういったものが世界に広がっていって、世界中の人たちに感謝されて使われていて、日本っていうとハイテクとかですね、日本のものすごいメイドインジャパンっていうことが世界中で打たれてた時代っていうのがそのジャポニズム2だと思います。ただ一方そこにはね、日本すごいんだけれどもちょっと変な日本もいるよねって言って、ドクター中松とかね、すごいフロッピーディスクとかも発明していてすごいんだけれども、ちょっとエキゾチックで変な発明するような変態発明家の国日本みたいな、ちょっと面白がって日本を見るような、ちょっとこ
心の距離を保った状態で日本を見るような西洋人も多かったんですけれども、ジャポニズム3は何がすごいかというとですね、多分ジャポニズム3の中心世代というのは今の25、6ぐらいから以下の人たちが中心で、もちろんそれより上の年齢層の人たちもそうなんですけれども、僕がですね子供を連れて2001年にロンドンとパリを回った時に、うちの子供とですねパリの子供の公園であった子供、あるいはロンドンの公園であった子供たちが、言葉は通じないんだけどみんな一緒に同じポケモンの歌を主題歌を歌ってるんですよね。全く同じアニメを見て育っている人たちがグローバルでいるっていうのは実はだからすごいことで、そのアニメを見てる人たちっていうのは同じような価値観を共有している。そういったことで言うとですね、最近面白いのが Google の社員とかって希望を出せばどこの国のオフィスに行けるんだけれども、かなり多くの Google 社員が日本のオフィスに来た人希望を出してきてですね、日本に来ると何をやりたいのかっていうとですね、なんか中野の中央線なんですかね、で中野かなんかのあたりに行くのがで、その景色を見たい。なんでその景色見たいかというと、ドラえもんとのび太がタケコプターをつけて見下ろしてる屋根の日本のその住宅の風景っていうのが、その中野なんかはちょっと僕あんまりよくわかんないですけど、そこら辺の風景がすごい似てるエリアがあるらしくて、それを見たいとかですね、あるいは宮崎アニメで見たおにぎりっていうのを食べてみたいっていう。だから昔ジャポニズム2の時代っていうのはやっぱりちょっとまだエキゾティックな日本っていう印象があったんで、お寿司ってなんか美味しいらしいけどもちょっと生魚食べるの怖いみたいな人たちがいたのが、今はなんかもうジャパニズム3の人たちっていうのはお寿司当たり前でしょ、お寿司ラーメン当たり前でしょって言っても躊躇すらなく日本文化に突っ込んでくる人たちっていうのは非常に増えている。でこれによってだから本当に違う価値の転換というかですね、もう土台として昔僕がなんでパソコンを使うのかっていうのをいちいちこうね、パソコンがあるなんとかで有料でとかって説明したのが大変だったのと同じように、今そもそもなんで日本っていうことを説明しなくても、いや日本美味しいからとかね、真っ先に美味しいが来るんだけれども、そういったものが世界の共通認識としてもうなっていて、でニューヨーク・タイムズの世界で一番行きたいね行くべき都市のナンバーワンに盛岡が選ばれたりとか、あるいは山口市が選ばれたりとか、ナンバーワンではなかったけれども2025年には富山市が選ばれたりとかですね、そういった形で常に日本が注目され続けていて、世界で一番行きたい美術館のトップも直島の地中美術館だったりとか、あるいは金沢21世紀美術館、実は日本に来るね理由っていうのも非常に千差万別になっていて、例えば刀が好きで日本に来たいという人もいれば、折り紙に興味があって日本に来たいという人もいる。もちろん漫画アニメっていう人たちもいてね、NHK の僕も知ってる加藤拓さんという人がプロデューサーになって、 NHK も実は全く同じタイミングで同じことを感じていたようで、今年からですね、今年のお正月から NHK スペシャルジャポニズムっていうですね、あちらはジャポニズムって図なんですけども、僕の方はスってちょっとそういう違いはあるんですけれども、細かい、僕はフランス語の発音にして NHK はあえてアメリカの発音にしたっていう違いがあるんですけども、NHK のそのジャポニズムの N スペもすごく面白くてですね、アフリカとかでももう漫画家になることが未来に対して希望がつながるとかって言ってですね、そういった漫画家を目指している人たちがいたりとか、あるいはウクライナの子どもたちがその「進撃の巨人」を見てですね、まるで今の自分たちのようだって言って、すごいそこにコンパッションって共鳴して、なんか自分すごいなんか共感してるってことを言ったりとか紹介してたりとかしてですね、漫画とかアニメとかによって救われてる人たちもすごい世界中に大勢いるっていうのもあって、だからそういった漫画アニメで日本に来る人たちもいる。一方で伝統工芸が好きで日本に来る人たちもいれば、日本のコンテンポラリーアートの草間彌生さんとか杉本博さんに惹かれてくる人もいる。もう本当に多種多様な文化が日本にあって、それぞれが日本に世界中の人々を引きつける要素になっている。それでいうと実はだからすごい面白いのが、最近原賢也さんとかもねよく言ってますけども、世界地図を90度回転させた世界地図っていうのがあって、もともとやっぱり日本っていうのはユーラシア大陸の一番右端にあるっていうかですね、90度回転させると一番下にあって、でシルクロードとかを伝ってやってきたありとあらゆる文化がですね、中国とかでフィルタリングされて日本海を渡って最終的に日本にたどり着く。ですごく昔から日本にもねユダヤ人のカルチャーもあれば、ゾロアスター教の影響もあれば、いわれとあらゆるものがあるんだけれども、そこでちょっと日本人がねこの島国の中で平和で
過ごせるようにうまく、例えば仏教とも神道と融合したりとか、下手をするとそこにキリスト教までくっついちゃったりとかしてですね、多種多様なものを自分たちでうまく解釈してごったににしてですね、すごく平和なカルチャーを作るためのものとしてうまく混ぜ合わせて作るっていう文化が昔からあって、でそういったものがやっぱり世界中の人たちがどっかで平和とかそういったものを求めてると思うんで、特に日本の漫画アニメとかを見て育ってるような人たちっていうのはやっぱり平和ボケってこれまで悪い言葉として使われていたけども、ある意味平和ボケ最高じゃないですか。レストランでね、カバンを置きっぱなしで1時間後に戻ってきてもそのまま残ってるって最高じゃないですか。これこそが人類が目指すべき方向なんだけれども、なんか下手に海外に行っちゃった経験がある人たちとかってね、日本人平和ボケしてるから荷物置きっぱなしで平気とかって言うけども、いやむしろ日本の方が進んでるんだっていうのは、てかむしろそっちに行った方が人類幸せになれるんだけれども、ちょっと変に海外かぶれしちゃうとね、注意してる方が偉い進んでるんだとかっていうふうなちょっと誤解を持ってる人も大勢いるんだけれども、そういった意味で平和ボケとかも含めて、これから人類がディストピアをね、アメリカ型のディストピアを目指すんじゃなくて、本当にユートピアで平和で幸せな世界を目指すんだったら、やっぱり日本的な発想になった方がいいんじゃないかっていうのが僕がちょっと達した結論の一つでもあり、例えばアズビー・ブラウンっていうすごい有名なアメリカ人がいて、彼が「ジャスト・イナフ」っていう本を書いていて、これよく日本のお寺とかにもあるですね「我ただたるを知る」っていう、日本人ってやっぱりそもそも日本が島国で資源が少なかったからだと思うんですけれども、すごく常にね腹八分目っていうのは意図して腹八分目にしてる人もいるが一方で、そもそも腹八分目しか食べることができなかったとかっていうような背景も結構あったと思うんですよね。でもその中で足りない資源で、うまくみんなが幸せに生きる方法っていうのを常に模索していたし、あれのね例えばトイレとかで活用して出た糞尿とかそういったものっていうのもちゃんと肥やしにして使ったりとかですね、そういったものはおそらく世界中で行われてたと思うんだけれども、特に江戸時代の日本っていうのはそういうのをうまく活用してすごくエコな社会を作っていた。すごく江戸時代って当時のにしては世界で見てもトップクラスに人口が多い大都市だったにもかかわらず、その中ですごいエコロジカルな社会を作っていたって言ってですね、ニューオーリンズ出身のアズビー・ブラウンというアメリカ人がそれを研究して、で未来の、社会のヒントは江戸時代にあるっていう本とかも、そのジャスティ・イナフっていう本とかも書いてるぐらいで、実は過去の日本にはすごいいろんな未来に対してのヒントがあると思うんですよね。僕がすごい大好きだってもうバレてるでしょうけども、アーティストの杉本博さんって方もね、新素材研究所っていうのを作って、で古い素材にこそ実は未来のヒントがいっぱいあるっていうことをやってたりとか、日本のその伝統の中には未来の人たちが幸せに生きるためのヒントもあれば、エコに暮らすためのヒントもあったりとかですね、実はありとあらゆるヒントがある。健康に生きるための食の知恵があったりとかで、実はこの知恵を世界中の人が知ることによって世界中の人々が幸せになれるんじゃないかって最近本当に年々強く感じるようになっていて、で実際それが日本を訪問している海外の人たちと話をしても、いや俺もそう思って日本酒を研究してるんだとかですね、日本食を研究してるんだ、あるいは日本のその伝統の技、そういったものこそが、森林とか資源を守ってるかということを言ってる人、むしろ海外の人から教えられることが多い。でむしろ日本人の人たちの方が知ってることが少ないっていうことがだんだん増えてきて、これも面白い現象っていうかね、これもジャパニーズムスリーの特徴の一つだなと思うんですけれども、今日本のいいものとかをね、僕よくそういう観光庁とか文化庁とかやってるようなプログラムとかに言われることがあって、素晴らしいものやってるところ行くじゃないですか。日本人でそういうところを訪ねてる人たちよりも圧倒的に海外の人たちも多いんですよね。で日本人はなんでそういうところにいないかっていうと、そもそも今残念ながらほとんどの日本人っていうのは、自分の日々の仕事に追われていて、昨日の仕事の続きをやるのに追われていて、いいものを楽しんだりするような余裕がない。特に東京とかはそういうね傾向が強いと思うんですけれども、でちょっとだから日本のそもそもの田舎の暮らしとかっていうのはそういった余裕があって楽しんで、例えば小笠原とか僕行った時とかもね、天気がいいなってところなんとか観測所っていうところがあって、みんなふらーってそこに夕日を見に来るんですよ。でみんなで夕日見てね、パーって横見て、いい夕日だったねっていう顔をしてさーって去っていくとだけど、ああいった粋じゃないんだけども、ああいったものが本来の日本のカルチャーだと思うんですよね。でもそういったものを残念ながらコンテンポラリーの現代の日本を失ってしまった。あるいは世界中の人たちがすごく健康にいいって言ってリスペクトしている日本食も今失われつつあるというかね、
日本食のその料理人が今はちょっとまた逆転しちゃいましたけども、ちょっと前まではその料理人って日本食の料理人になるよりかもイタリアンとかのシェフになった方がよっぽど儲かるって言ってですね、実は日本食の修行をする人がすごい少なかった。でそれ以前にですね、そもそも僕がすごい好きな活動で和食給食応援団っていうのがあるんですけども、これ何かというと小学校の給食も実は週5日のうちのほとんどが3日ぐらいは洋食なんですよ。でこれなんでかというと、和食にした途端に魚の骨を取ると給食費が20円上がっちゃうって親からクレームが来るとかですね、あるいはもう実は東京都でいうと今ちょっと変わっちゃってるかもしれないけども、少なくとも和食給食応援団を知った10年ぐらい前っていうのは、東京都のその給食を選んでる栄養士さんっていうのは平均年齢が20いくつぐらいなんだけども、その20何歳ぐらいの栄養士さんがですね、コンビニ食とかばっかり食べていて茶碗蒸しすら20何歳になるまで初めて食べたとかっていうような人たちが給食の献立を考えてるんですよね。それやって和食が出てくるわけないじゃないですか。でね、石川県とかそういったところで地のものを魚を楽しんでもらうとかって、そういった意識高いというかね、素晴らしい地域もあるんだけども、残念ながらほとんどは和食じゃなくて洋食とか中華で、たまに和食が出てくるぐらいの感じで、もう日本のその教育とかあるいは子育ての中でその日本の食文化を守っていこうっていうね、文化がシステムがないんですよね。逆に海外の人たちの方がよっぽど興味を持って日本食もやってるんで、もう最近だからどんどん逆転現象で海外の人に日本の食文化とか教えられるとかですね、日本酒も去年ね2024年にユネスコの無形文化遺産になったけれども、皆さんねぜひ機会があったら「酒オンエア」っていう番組を検索してほしいんですけども、コロナ禍に YouTube ライブで12時間ぶっ通しの YouTube ライブなんですよ。でイギリスのバーテンダーの人が焼酎を俺はね世界で入らしたんだけども、どうやって焼酎を知らない人たちに焼酎の魅力を知ってもらうか。で俺はこういう形でカクテルを作ってるとかですね、焼酎カクテルの作り方とか、お湯割りっていうものをどうやってお湯割りっていう文化がない西洋人に伝えるかということをイギリス人のバーテンダーとか必死で英語で紹介してたりとかですね、京都でアメリカ人とイギリス人とかフランス人とかイタリア人がですね、いやあそこの酒は伏見の水を使ってるからちょっと違ってるとかって、そういったもう日本人が分かんないディープな会話してるんですよね。そういうぐらいに本当に今逆転現象が起きている。それがおそらく建築もそうだし、日本のその着物文化にしてもそうだし、ありとあらゆるところで、日本人がだんだん教えられるような時代になってきている。例えばもう伝統文化の継承においてもどんどん今海外の人がするようになっていて、琵琶とかもですねすごく有名なんで知ってる方も多いかもしれないけども、テレビにもよく出てるんだけども、イタリア人の人が琵琶の修復で一番有名な人だったりして、その人が、イタリアなんだけれども、福岡だったかなに住んでるみたいな人がいて、修復とかですね、もう日本の文化っていうのは今や海外の人たちも一緒にしないともう守れないような貴重なねものになってるんだけども、狂言さんってね、これも僕の友達で鳩場松龍さんっていう方と、その息子の鳩場陽峰さんっていう人がですね、家紋って皆さん知ってるかわからないんですけども、分回しっていうコンパス今でいうで書く円と、あと定規で書く線と円だけで全部複雑な徳川家の家紋ね、ああいったものにしても全部実は線と円だけで書かれているんですけども、そういった家紋の文化を伝承していく中、狂言さんがすごい面白かったのは、陽峰さんがやっぱり若いんでアドビのツールとか使いこなしてですね、アドビのイラストレーターを自分の父親に教えてあげたら、このアドビイラストレーター使っても円と線が描けるんだって言ってですね、それを使って家紋をお父さんの松龍さんも描くようになった。でその過程で大発見があって、その従来の、彼ら紋章上絵師って言ってですね、その家紋を着物に刺繍するっていうか、それが本来の仕事だったんだけど、それやると使わなかった線とか円っていうのは全部消しちゃうんだけれども、イラストレーターだったら表示する時だけ表示して消す時にはね非表示ってやれば消すことができるじゃないですか。でそれやってあえてその家紋を描くために描いていた消しちゃった線も表示させると面白いなって言ってですね、紋曼荼羅っていうのを発明するんですよ。でこの紋曼荼羅っていうのは彼ら特許も持ってるんですけども、これをやったらこれ美しいなって言ってアート作品としてもすごい評価を受けるようになって、
でそこから、この狂言さんは海外でも名を轟かすようになって、その前に日本でね「デザインア」っていう番組で家紋のアニメーションとかやってすごい大流行した部分もあるんですけれども、その後ですねフェラーリの方からも、オーダーがされて特注でですねフェラーリの、限定数台のモデルの家紋を作って収めたりとか、シャンパンのですねすごいあるシャンパンのところで家紋を作って収めたりとかですね、本当世界的に家紋っていうものがかっこいい。実は家紋ってねルイ・ヴィトンとかのあれも家紋とかに影響を受けてるんじゃないかって言われて、それをルイ・ヴィトンはね LVMH は認めてはいないんですけども、絶対影響を受けてますよねっていう日本人は多分共感できると思うんですけども、そういった文化がルイ・ヴィトンが今世界トップブランドじゃないですか。そういったことを考えてもやっぱり世界に対してすごいパワーを持っている。で狂言さんのねその家紋がフェラーリとか海外のブランドから認められてる、あるいは幼児山本とかも使ってるんですけども、そういったことっていうのは今後いろんな他の日本の伝統工芸とか伝統文化を担っている人たちにとっても追い風になるんじゃないかなというふうに思っていてですね、その日本文化の中にすごく世界を平和にしたりとか良くするためのヒントがいっぱいある。僕が最近ミディアムっていうですね英語のブログ日本でノートっていうサービスあるじゃないですか。あれの原型になった元になったミディアムっていうアメリカのサービスがあるんですけども、そこで僕よく英語の記事を書いてるんですけども、そこで書いた「アート・オブ・ユースレスネス」っていう記事を書いたんですね。無用の美学っていうタイトルを日本語ではつけたんですけども、要するに西洋のロボットとかっていうのはどうしても効率化とかを求めて、もともとそれも深掘りすると長い話になっちゃうけども、西洋のロボットっていうのはね発想からして奴隷なんですよね。土から作った奴隷を人間がこき使って自分たちの代わりに仕事を使うっていうのが、ロボットっていうものの語源とかになってるみたいなものがあってなんだけれども、日本はやっぱりそこが八百万じゃないんだけども、あとね何に対しても愛情を感じるというところがあるんで、アイボとかソニーのアイボとかってあれペットロボットで全く役に立たないじゃないですか。で最近流行ってるねラボットっていうね、林要さんという僕の友達が作ってるロボットもいわゆる愛玩ロボットでですね、もう要さんは役に立たないことを目指したっていう、もうそもそも僕が初めてねラボット正式発表される前にあったけども、いきなり僕を見るやもう抱っこしてきて上を見て何にも仕事するんじゃなくてね、むしろ甘えてくるのかって言ってこっちに手間をかけるのかい。でもそれによってこっち側が癒されてるみたいな部分もあったりとかする。こういった無用なものにも実は価値があるんだけれども、そのデジタル化とかって効率化じゃないですか。西洋的な考え方あるいはデジタル化の波の中でどんどん効率化することによって、そういったカットされてきたところに実はすごい重要なものがあって、でそっち側をめでるカルチャーっていうのも実は本来日本にあるんじゃないかっていう思いがあって、アート・オブ・ユースレスネスっていう記事を書いたらですね、それが結構それなりに海外でもそうねインスパイアリングとかって言ってすごいいいインスピレーションを受けたとかっていうことが反応があったぐらいで、実は日本の元来もともと日本にあった考え方とかものの見方とか見立てとかっていうのは西洋だけに限らず世界中に結構いいインスピレーションを与えられると思う。それこそがやっぱり漫画とかねアニメが成功してる根本とかでもあるんで、やっぱりこれから日本人はいい日本のものを、もう僕は下手したら学校辞めてでもねそういったものを体験、よっぽどなんか変な授業で嫌な思いしてるぐらいだったら茶の湯でもねそういったものとかを体験したりとか、新幹線が通ってないような田舎をですね探検したりとかした方がAI 時代に強い人間になれるんじゃないかなというふうに思ってたりします。